邪魔します。こちらが押し入れですね。なんか可愛いうさぎさんがこれなんすか？はい。かみさんが置いていったのよ。でこうやってね、いろんな人会ってきましたけど、一番マットレスがコンパクト。ロックかかってる。これ苦手なんだよ。そう、何がどこにあるか今把握できてない。家は休む場所にしたいわけよ。自分くんとは番組通じて知り合って、情報が多い、もうなんか物がいっぱいあると、もやもやしちゃってる。僕は整理することのスペシャリストでもなんでもないんで、これってミニマリストにしちゃったら捨てるみたいな。大掃除になってきたな、これ。大掃除。うなぎの仕掛けいるかな。迷ったやつはまあいらない可能性高いんです。直近で使ってないとか。そうだね、使ってですよ。収納を手放そうみたいな話をよくするんですけど、いいですね、この追い込み加減。だいぶ収納がなくなるよ、これ。ついにテレビの電源が。テレビマンなのに。テレビの代わりになるやつですね。思い出の涙が出そう。はい、LINE で粗大ゴミを依頼できて、かつ、粗大ゴミチケットいらないんですよ。重いでしょ。粗大ゴミ出しました。きたー。そうだよね。すげえあったけえ。キッチンでねじるわ、これ。おはようございます。3日目。なんだこれは。用途が思い出せないものもいらない可能性高いです。なので、そのあたり、こんな感じかな。はい。めっちゃ綺麗。カーテンを外します。こんな感じでいいのか。はい。掃除機が。こんだけのゴミと一緒に暮らしてたってことだもんな。はい、ということで、3日間のお片付け、お疲れ様です。減らした方がなんかすごい楽ね。時間に余裕ができた。物減らすだけで本当にこんなになるんだって。ほっ気持ちいいね、この部屋。ということで今日も物を減らしていくんですけども、今回はミニマリストにめちゃくちゃ興味を持ってくれている友達のテレビマンのお家に行くんですけど、今回ですね、かなり粗大ごみとして大きな家具を手放したりとか、あと我が家と全く同じジョイントマットを使って床を張り替えたりとか、カーテン手放して目隠しシートを窓につけたりとか、かなり細々としたものを減らす以上に大きなものを減らして家を大改造してるんですけども、今回お邪魔するテレビマンの方は過去僕のミニマリストの出版イベントにわざわざテレビのカメラ持って取材してくれたりとか、あと YouTube とかにも過去上がってるんですけども、僕が福岡のローカル番組に出たミニマリスト支部の企画とかも含めてかなりこの方ミニマリスト、僕の生き方に興味持ってくれて取材してくれた方、僕の本も2冊とも読んでくれてっていう方なので、かなり僕の物を持たない生き方に共感してくれた方の家に行くので、概要欄に過去僕が取材してもらったテレビ番組のアーカイブとかもリンク貼っておくので、ぜひそれも合わせてこの動画見ていただけるとより一層楽しめると思います。ということで早速物を減らしに行ってきます。このテレビとかをどうにかしたい。上は冬とかに洗濯物干すようにちょうどいいと思ってるんですけど、このハンガー類はなくしたいです。料理は好きなんで、この辺はもうこのままでいいかなと思ってます。今ちょっとゴミは溢れちゃってますけど、この辺をちょっとスッキリさせたいですね。で、これを捨てたいです。下はキャンプ道具なんで、これは取っときたいです。ちょっとこの辺の棚とかもなくしたいなと。で、台所です。今、食器洗って干してます。お邪魔します。お疲れ。はい、という感じで玄関こんな感じなんですけども、おはようございます。なんと今時刻が朝7時です。はい、今日僕朝5時半起きです。っていうので結構僕の影響で結構物減らしてくれたり、片付けてる様子は確かに垣間見れたりして、ただちょっと若干水回りが洗濯物で溜まってたりとか、生活感は若干感じますが、でもそんなにめちゃくちゃ物でぎゅうぎゅうって感じではないですが、なるほど。これ全てですね。ここら辺とかすごい少ないですね、本当。仕事着が3着。自分が今営業に移ったんで、はい。仕事着、スーツ3着はね、洗えるやつなんですけど。営業マン。やっとくのと、やっぱ営業のゴルフの付き合いとか多くなってくるんで、ゴルフの時に着れる上下のうちのパンとブレザーとコートですね。っていう感じで、ここだけ見ても、1、2、3、12、13。着てる服合わせても15着以内くらいかな。ですね。あと、買ったシャツですね。はい。今、ちょっとだいぶしなびてきたけど、半分ぐらいして。ノンアイロンのやつを買ってて。すごい。管理が楽なものを選んでる。楽なものを選んでますね。あと事前に岩根さんからこうしたいみたいな相談、例えばあとテレビをなくしたいみたいな。そうっすね。テレビの仕事してるけど、はい。なんだっけ、
渋くに教えてもらったはいナスネってナスいうネかナスネそうなんですよ。なんで今回は、岩根さんなんですけども、結構もう服の数減らしてるから、あそこじゃなくて、もうこれもなくして、押し入れの中に作りたいとか、テレビなくしたいとか、この辺りが結構寒いらしいので、なんか我が家にあるような床材で断熱性を高めて、部屋もスッキリ見せたいみたいな。ルンバを置きたい。あ、ルンバ置きたい。いいっすね。ルンバ置きたいいや、確かにこの部屋、ルンバめっちゃ動きやすいと思います。ワンルームで繋がってるんで。あとは、この辺をね、ちょっとコサコサしてるんで、これは結構入社の時にこの机とセットで、はい。おふくろが入社祝いで買ってくれたんですよ。車のホンダのはい作ってる、リコーさんが作ったっていうのに言ってもらうんですけど、え、これがですか？これも。当時はね、これで CD も聴けるけど、はいでここ、すごい CD がそ。う。でもね、すげえもう20年前に買ったやつで、はい。今 CD の多分データが重くて複雑化してるから、はい。飛ぶのよ。読み込めないんで、ちゃんと読み込め。ないのよ。すごい歴史を感じる。そう。で、でも、すごくシンプルな作りだから俺すごい好きで、はい。今でもうんうん全然インテリアとしてもいいなと思ってるんだけど、はいこっちは重すぎて、鉄で。あ、これセットになってるみたいなセット。感じなんですね。だから本当はこれ横に置くんですよ。あーバリバリで重いし、こっち側処分してしまおうかなと思って。なるほど。じゃあこれはちょっと手放す候補。はい、手放す方ですね。普通は、ここか。だいぶスカスカ。はい。もう本当に上の2足とでも下ビジネスで使うのがこの、はいこれもビジネススニーカーなんで全然使えるんですけど、はい。全部革製のやつで、はいいいものをもうちょびちょびと買って、であとサンダルとはいスニーカーというか、昨日みたいな山笠みたいなもう野郎たちと飲む時に動けるようにと、あとこの中に登山靴が入ってますね。じゃあ計5足、趣味のものとか入れても、趣味のもの全部入れて5足ですね。あとゴルフシューズはこの中に入ってるんで、もうバッグの中に入ってるんで。でも普段使いするのは本当にもう4足とかか。そうです。でも本当別に靴も割と少なめで、はい。確かにあとここですね。物自体はめちゃくちゃ多いって感じじゃないからこそ、なんかここにちょっと中途半端に、ね、収納が多分2つあるのが、特に生活の動線的にも結構そこ通ったりするからぶつかって邪魔ですよね。僕は本結構読むんで、本棚あったんですけど、はい。渋君の影響で、はい。どんどん Kindle とかにしちゃってるんで。電子になって数が減ってきたって感じですかね。で、もう最後のザントたち今そこに。今紙の本どこにあるんですか？もう売れ物も決まってる。本当だ、まとめてくれてる。確かになんか紙の本が10冊ちょっとくらいありますね。すごいね。一番上が定年の教科書って嫌だな。髪の毛が抜けてるみたいですね。こんなに髪の毛見えてる。なんかさっきお掃除ロボットを置きたいみたいな話したんで。ですよね。だと、多分ここら辺とか減らすと、お掃除ロボット動きやすくなるんで、本当にお掃除自動化できると思います。本当にあれあると毛が抜け落ちるみたいなこと本当になくなるんで。ねえ、いいよね。めっちゃおすすめです。見てね、いいなと思ったもん。っていうので、ちょっとそのまま実は押し入れを見せていただこうかな。はい。こちらが押し入れですね。そうですね。下が、僕出張も多いんで、出張の時に使うガラガラのやつと、あとはこっち海外とかに行く時用に使うガラガラで、はい。であとはキャンプ道具。ここのキャンプ道具は絶対いるから、もう減らしたくないと。やらしてもらえ。で、上にあるのが、これが寝道具。寝る道具で、道具と、マットと寝袋と、抱き枕と、季節に合わせて寝袋じゃなくてタオルケットに寝る時もあるっていう。上がこれ山笠道具。山笠と、たまに草野球やったりとかするんで、野球のグローブ。で、こっち山笠道具で、これ古文書ね。はい。村方大社にもらって、いつか暇になったら解読しようと思ってる古文書です。おー、すごい本がいっぱい。これ別にソファにもなるから、出しちゃってもいいかなって。結構コンパクトですね。これキャンプでも使えるやつで。そっか、車にも敷いてますね。車に敷いて、はい。とか、バンライフとかでも使えるように、前枕さんが作ったやつで。へー、はい。これで、もうね、これで全然底冷えが、これまで来ないんで。はい。で、こうやって寝てる。枕して、寝袋して。なるほど。結構でもコンパクトですね。もうこれ慣れた。これ慣れた。でも、下畳だから最悪、ね、落ちても大丈夫。これしても大丈夫っていうので、すごいいろんな人会ってきましたけど、歴代会ってきた中で一番、マットレスがコンパクト。そう。はい。キャンプに行けるようにと思って買ったから。兼用してるっていう。で、この辺りですね。はい。この辺りは、なんか、可愛いウサギさんが。これね、いや、今年ウサギ年だったんで、僕神社お付き合いが何個かあるんで、仕事柄あって、小銭が嫌いだからもう、1円と5円と、どうしても小銭出たりするじゃないですか、たまに。それを
を貯めてて、うんうんなんか娘とかが、なんか今もあんのかな、募金とかで持っていかなきゃいけないってなったら、あー、うんうん、もうこれ持っていけって言おうと思ってる。なるほど。じゃあ普段あんまり財布の中に小銭入れないようにしてる。入れないですね。おー、ミニマリストっぽいですね。財布見ていいですか？財布はここにあるんですね。はいちなみにちょっと話変わりますけど、はい。デスクの上に全国民を福岡県民としてはこれなんすか？よかとちゃんでしょ？あ、よかとちゃん、あ、VTuber の、はい。実は僕 VTuber とこの前おしゃべり会させてもらってその企画も、うん自分もお金回りを。なるほど。その関係でここにあるっていう。そうです。その時に買った、商品の一つです。それがここに置いてあって。そうです。で、これ僕お茶とか好きなんで、あ、コースターなんだこれ。コースター。なるほど。自分車もずっとお茶はい飲んでたんですけど、すごい菊池神社のはい。上司の神楽一筋に思い心は神差しるラーメン。かっこいい、渋い。菊池竹時子ね。それをこれをこう乗せて、組み合わせがすごいな。すごいでしょ。すごい、ハッピーセットみたいなもうモリモリ。うん。あ、で、財布ね、これ。あ、財布、はい。まあでも財布は割と、軽いですよ。そうですね、コンパクトめで。あ、小銭ほとんど確かに入ってない、ここ。そう。でも持たないですね、これ本当だ。小銭ゼロ。もうお札とカードだけっていう。で、後ろにあれ入れてる。IC カード入れてる。もうタッチしたらそのまま。そうです。で、まあ会社の、領収書。うんうん。で領収書がどうしても営業になるとたまるよね。たまりますね。まあ僕もですけど。クレカと保険証と、まあキャッシュカードとこれ免許。免許か。まあでも4枚ぐらいか4。枚ぐらいで、あとは、ああ、タイムズかわしや。うんそっかそっか。なんか、岩根さん、もともと僕と会った時車持ってたけど、そんな乗らないからっていうので、カーシェアにしましたもんね。そう。福岡だとできるねって。いうので、まあ、僕たち同じ福岡市に住んでて、うんまあ、福岡市結構ミニマリスト店とか僕行ったりしてて、うん実際街がコンパクトシティで、うんまあ移動時間もそんなかかんないし、何より空港近い。うん。博多から福岡空港まで、ほんと住みやすいよね。ほんと住みやすいです。博多から福岡空港まで電車5分とかで着くし、それこそ赤い自転車のチャリチャリと、うん傘もシェアできたりとか、そう、相傘ね。こう街中行ったらいろんなものがシェアできたり、そう。人一人でも生きていけるようにサイズしてあるんで、その中で仕事をしてお金を得て、シェアだけで生きていくっていうのも、十分できる都市にはもう仕上がってますよね。っていうので同じ福岡県民の岩根さんなんですけど、まあ、ちょっと自己紹介をお願いします。渋くんとは番組通じて知り合って、今、関ヶ原ってどこですかっていう、まあ、ポッドキャストとスポティファイのラジオ番組を一緒に作らさせていただきます。ガヤの岩根です。よろしくお願いします。一緒にラジオで喋ってたりとか。はい、そうですね。ですね。渋くん面白いよね、ほんとね。ありがとうございます。もともとテレビ関係のお仕事してて、はい。プロデューサーやったり、そうですね。あと、今営業やったりとか。そうですね。プロデューサーが6月いっぱいまでやってて、で、7月から営業になり、まあ、ラジオの責任者にもなりながら、本社の責任者にもなりながらっていう感じで、もともと渋くんからは、どちらかというとプロデューサーのイメージが強いと思うんだけど、そう、だからなんか僕結構プロデューサー出身とか、まあテレビ関係の人って結構僕派手な生活してるイメージがめっちゃ強くて、まあなんかそういう意味では、なんかこのちゃぶ台があったりとか、意外と質素なんですよ。質素ですね。ですよねまあ、料理作ったりするの好きだし、高級な料理は大好きだし、食べに行くんだけど、それこそ稼ぎに対して結構質素というか、っていうので結構そのギャップが面白い。あと、岩根さんの Facebook 見ると、ミニマリストっぽいなと思うのが、フライパン1個で実ああ、洗い物少なくしたいからだけなんだけど。そういや、それ含めて、まあ今、ワンパン料理っていうのが流行ってて、ああ、そうなんだ。もう1個のフライパンでワンパンみたいな。僕は、渋くんと違って、ミニマリストではない、うん質素な生活の中に喜びを見出している普通の人なんで。そこがいいなと思いましたね。まあ、狩猟採集の免許あ、もう持持ってます、持ってます。はい。僕のミニマリストの出版イベント取材してくれたりで、はい結構興味持ってくれて、はいずっと僕と会ってから LINE でうんこれ減らしたとか、うん服も結構ね、色数が減ってきて、ああ、そうですね。もう、なんか紺と黒ぐらいになってきて、まあ赤のが1個あるけどね。前結構本当にそういう原色、そうですね明るい色が多かったんだけど、今結構モノトーンとかに近づいてたりと結か。果そっちが繰り返し使うのはいいっていうね。とか、あとカバンもだいぶ小さくなりましたよね。小さくなったし、結果それで歩く量が増えたね。おめっちゃいい、それ、うんカバンがちっちゃくなったりとか、いい意味で僕に影響を受けてくれて。そうですね。もともとそっち方面好きだったんですけど、指針がなかったから、単純に乱雑にやってて、ほら、別に僕は整理することのスペシャリストでも何でもないんで、実際に、俺の部屋だったらどうなのかなと、これってミニマリストにしちゃったら捨てるみたいな、あるじゃないですか、はい。それが気軽に着れるようになって。確かに確かに。なんか食器捨てるときはどこで捨てたらいいとか。そうそういろいろそう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 。そうですね。相談乗って。食器もだいぶ捨てたよ。うんね、だいぶ、今回一応撮らせてもらってるんですけど、今日撮影するまでにも捨
少しずつ減らしていってるっていう。そうですね。僕は、決してミニマリストではないので、はい。全部が全部捨てるつもりはないんだけど、情報が多い。もうなんか物がいっぱいあると。ままにも情報が詰まってるので。そうだね。テレビとかあっても、はい、そしたらテレビを見て、これこの頃つけなくなって、携帯で見ちゃったりとかしてるんだけど、まだいるんだろうかって思うことが嫌なのよ。もやもやしちゃってますね。もやもやしちゃってはい、る。機能的であってほしいし、好きなものであってほしいね。だったらまあ仕事柄必要だから。そう、仕事から必要だから置いとこうかな、みたいな。ビデオデッキも取りだめしとくかなっていうのが、さっきそれで、ナスネの話聞いて、そんなん知らなかったっつって。そっからちょっともう、テレビ含めて家丸ごとちょっと改造しようかみたいな。改造しよ早速ちょっと片付けていきますか、ね。う。はい。ありがとうございます。という感じで早速もうこの本棚使わないということで、最終的に粗大ゴミ出すんですけど、はい。多分今粗大ゴミチケット持ってないですよね。持ってないです。で、なんと僕たちが住んでる福岡市って、はいLINE で粗大ゴミを依頼できて、かつ粗大ゴミチケットいらないんですよ。マジか。どういうことかっていうと、家にある適当な紙をペタッと貼り付けて、うん。でそこに LINE に記載されてる暗証番号を書いとけば、もっと勝手に回収してくれます。そんな制度があるの？そうなんですよ。これ確か日本で初めてやったの福岡市です。知らなかった。こんな感じでうん横幅1メートル未満の燃えない素材っていうので、うんまあ分類してこれを粗大ゴミ出すっていう。この3つで900円、うんめっちゃ安い。粗大ゴミ出しちゃいます。もうこれで多分1、2週間後には消えてますね。支払いがペイペイ。ペイペイで支払えるの楽。おこれで終わりなんだ。これで、はい。しかもポイントつくんだ。で、あとは多分控えの番号、ポイントつくんですね。うん粗大ゴミでも。紙に書いて貼っとけばいいってね。はい。もう5日後にはこれが消えます。こんな感じですね。受付番号と回収日と金額。福岡市のこれマジ画期的で、うん。コンビニ行って粗大ゴミ回収のチケット買わなくていいし、うん。ね、家にある余った紙をそのまんま使い回せばいいんで。まあ、こんな感じでこういう粗大ゴミ手放したいと思ってるけど、つって結局、億劫やんな。そう、結局まあ仕事が忙しいとかでうん後回しにしちゃってってなりがちなんですけど、もうこれだと別に粗大ゴミチケット手元になくても今すぐ LINE でポチッと進めたらできちゃうんで、ゴミ出しのハードルめっちゃ下がるんですよ、これ。すごいね。福岡やっぱ住みやすいな。ぜひ福岡市移住おすすめです、皆さん。で、この棚に関しては、まだちょっと物が若干入っているので、結構引っ張りですね。そうですね。まあ、なので、うん粗大ゴミ回収あと5日間あるんで、うん。もうその5日までに集中して減らしきるっていう。そうね。感じですね。まあ、ミニマリストで流行ってるそのなんか物の手放し方で、うんメルカリ読書っていうのがあって、うんまあ、要は本を買った瞬間にもうメルカリに出しちゃうんですよ。読み終わってない状態で。はいはいそうすると、まあ、要は売れるまでに集中して読もうみたいな。なるほど、なるほど。で、読み終わった本もお金回収できるしみたいな。やっぱり締め切りがあるから人間集中するみたいなとこあるんで。それはあるね。なので5日粗大ゴミ回収来るまでにもうここはうん。頑張って片付けましょう。そうですね。で、あともう1個。ついにテレビの電源が、テレビマンなのにテレビがうん。消えた。レコーダーあったんですね。このレコーダーめっちゃちっちゃくなります。夏目になるんで。こりが舞うね。そうですね。まあテレビ周りは特にそうですね。やっぱさ、こうやって縦のものを置くとさ、こりがつくよね。こう、高さのあるものをうんやると。俺、それも嫌いなのよ。うん。で、あと持ってると、まあ、テレビの裏とかもホコリがうん。かぶっちゃうんで、まあ、だったらもう手放した方がいいですね。うん。まあ普段やっぱりテレビのお仕事とかであんまり家事とか掃除に時間割きたくないと思うんで。もう家は休む場所にしたいわけよ。うんうんうん。オッケー。持っていきましょはい。うわ、重っ。う。重いでしょ。でもだいぶここないだけお、ほんとだ。めっちゃスッキリす効果があるるね。せーの。はい、という感じでこんな風に粗大ゴミを外に出して、まあこんな感じで紙が見えるとこに置いとけば終わりですね。おお、すごいよ、これ。ああ、もう入り口入った瞬間、入った瞬間にこう見えるわ。巨大な収納が消えたんで、久しぶりに床が見える。これはちょっと感動したわ。そうですよね。3つも粗大ゴミ出してますからね。まあ、感動したところは悪いんですが、テレビ台置いてたところがすごい緑になってて、また多分退去するときにお金は取られそうですね。まあそんなめちゃくちゃ大金ではないと思いますけど。まあ、しょうがないね。なんで今後はこういうなんだろうな。まあ通気性が悪いものは置かないって感じですかね。そうね足つきのものにするとか。そうね。あとはこれはもう近所のブックオフ持っていきますかね。いくらぐらいで売れるもう500円以下とかです。
ああ、やっぱそんなもんなんだ。はい。まあ、ただやっぱり粗大ゴミとかに出すとお金かかっちゃうんで、ちょっとでも綺麗に拭いて、査定が上がるようにしよう。そうですね。テレビの良さみたいのがあるよね。新聞とかの良さと似てて、今オンデマンドでほら、全部 YouTube とか見るのが主流なんだけど、はいずっとつけとくこと、特にラジオは俺それがすごいできる媒体だと思ってて、はい。ポッドキャストとか Spotify って好きなものだけを取りに行くじゃない。はい。ラジオって雑多なものが全部入ってくるから、うんうん。新聞と一緒で聞きたくないニュースとかも全部、とりあえず全部入ってくるんだよ。だからつけとくのにはいい媒体だと思うし、そういう使い方をしたいんだよね。偶然の出会いみたいなのがありますね。そう。それが好きなものだけに特化しちゃってると、なかなかそこに出会わないから。確かに。サウナとかでテレビ見てると、まあなんかこれ聞かなくてもいいのになとこうも情報もありつつ、そうたまにちょっと、お、これはみたいなそう、あるよ。のもある。いい出会いもたまにあるんで。そう。っていうのを多分新聞の人たちも昔言ってたと思う。この中に大事なデータ入ったりしません？絶対録画データって持っておきたいとか。いや、まあ、ないですね。じゃあもう売っちゃいましょう。それこそこういう商売なんだよ、会社が取ってくれてる。ああ、なるほどね。そうか。自分の。なんかね、前も僕の YouTube に出てくれた方で、テレビレポーターの子がルームツアー出てくれたんですけど、まあ、その子もテレビ持ってなくて、もうプロジェクターでとか、アーカイブで見るみたいな、まあ、TVer とかあるので、テレビの仕事をしてるけどテレビ持ってないところでしたね。まあ、ただちょっとデバイスがでかいですね、でかい。スマホ時代に。そう、ナスネとかあるんであればもうそっちの方が絶対。デバイスがでかいのよ。なんか仰々しいんだよ。そんなの映画でいいやん。なんか特別感ある時だけでいいやん。あ、僕もその考え方です。僕アニメとか好きなんで見るんですけど、テレビの作品だと、もう僕もアニメ大好きだからもうプロジェクターでって見るみたいなの決めてるんです。日々のニュースは別に画面の大小関係ないからね。そうなんですよね。情報が入ってくればいい。もうなんな音だけでもいいみたいな。そう。いや、だけど音が一番ながらがしやすいから、ラジオは俺今後実は有望なメディアなんじゃないかなって思う。だと思いますよ。まあ、オーディオブックとか言って要は紙の本も耳で聞いたり。今の子たち目で読まないじゃない。もう耳で読むじゃない。そうですね。もう YouTube の生配信とかやると、もう耳だけで聞いてるみたいな人めっちゃ多いんで。衝撃だったんだけど、最初俺それ。オーディオブックって何っつったら、全部読んでくれるわけみたいな。そうです。僕の本とかもオーディオブックになってるんですけど、なんかそういう音読してくれる人が、ナレーターの方がいて。これって、ロックかかってる。わかりますちゃんと。いや、わかんない。これどれだっけ？あららら、辛口なんですが、なんでこのような事態が起こってるかわかりますか？鍵がわかんない。まあ、シンプルになくし物してるんで、物の管理が苦手なんだよ。そう、何がどこにあるか今把握できてないという状態ですね。よかったーって。よし。ありがとうございます。3DS ってこういう使い方するんだ。いや、俺も聞いてちょっと今びっくりだった。まあなんかさっき本も売りたいって言ったと思うので作れちゃいましょうか。あ、そうか。頭いいね。僕高卒なんで。あ、マジか。岩根さんは九大ですもんね。九州大学ですよ。九州で一番頭いいところです。そのブランドが欲しくて頑張った。僕は2浪して落ちたんで。感じじゃあこれを今から売りに行きます。ということで売りにブックオフに来ました。感じで時刻も9時、片付けし始めて2時間が経ちました。いや、粗大ゴミも減って順調ですよ。ちょっと寝たいね。じゃあ休憩しますかね。せっかくだからいいお皿で食べましょうよ。ありがとうございます。この家落ち着く。あ、畳いいな。畳いいでしょ。はい。次の家畳にしようかな。なんか床で過ごすの好きなんですよね。なんかあの家もソファーとかスツール椅子があるんですけど、床に座ってること多くて僕。ああ、いいよね。なんか作業するときは座ってやったりとかするんだけど、普段は座ってあと寝転んでとか。これね、すごくいいのが、これすごくいいのが枕と抱くのが一体になる。2 in 1みたいな。2 in 1。こうやって、これ出るんだ。こうやって横になるときに、例えばほら、ちょっとこっちを下にしてこういう感じにしてもいいし。ああ、でも落ち着くかも。ちょっと僕5時半起きで眠いんでこのまま寝ちゃいそう。はい。どうなっていただけます。じゃあ一旦片付き1日目終了ということで。はい。ありがとうございました。本当。今後も長期にわたって経過観察をしていくんで、この部屋はどう生まれ変わるのか。そうですね。はい、ということで2日目です。
あれから1週間くらい経ちまして、部屋をリフォームするにあたって、DIY 用のクッションフロア、赤ちゃんの自宅でもよく見る、パズルで敷き詰めるやつと、ナスネっていう、テレビの代わりになるやつですね。家のスマホとかパソコン、あとタブレットで見れるんですけど、僕が昔、テレビを手放す時に使ったもの、実家にテレビが6台くらいあったんですけど、僕もテレビ家庭だったけど、これで代用したっていう。で、この突っ張り棒を押し入れの中に置いて、中をクローゼット化しようっていうような感じです。そこにも突っ張り棒あるんですけど、ちょっと幅が長すぎて、こっちでコンパクトにしようっていう感じです。早速始まってる。なのでそのあたり、そうですね、ちょっと上を頑張って減らしつつ、で、そこをクローゼットに服を並べていきます。普段着てる服自体は結構少なく絞られてるので、もうこのまんまこっちに移動できそうな感じですね。あとドアとかだと置いてたりするので、この辺りなくして、ここちょっと動けるようにしたいですね。こんな感じかな。はい。うちもそれなんですよ。洗濯機のにクローゼットを置いてるんですけど、全然落ちないです。マジで強い。よし。来たー。受けていきますか。はい。岩根さん結構テレビで忙しいと思うんですけど、ちゃんとまめに家事やってますよね。家事やってる。はい、家事好きなんよ。ですよね。僕の中でテレビマンの人ってめちゃくちゃ散らかってる職業の一つと思ってる。いや、散らかるけど、今ほらもうパソコンあるじゃない。はい。資料だけよ、散らかりの。ちょうどこの前テレビの企画で、テレビ局のスタッフの家の方に家に行って片付けるってなったんですけど、めちゃくちゃやっぱり普段激務なんでなかなか片付ける余裕がないっていうので、なかなかやらないよね。そうなんですよ。でも基本食事も外食で済ますしみたいな。いや、俺もそうだったよ、若い頃は。でも一つはね、結婚してお金がなくなるっていうのもそうだし、娘たちに使わなきゃいけないからね。やってたら意外と好きだなと思って。ですよね。暮らしを楽しむっていうのめっちゃ重く見てる。素晴らしい。そのビリビリがあると通気性が悪くなったりもするんで、外しちゃった方が。そうですね。綺麗だったね。いや、めちゃくちゃ綺麗ですよ、これ。特に今回僕そんなに服減らしてないですもんね。もともとだってこの状態だったから、昔の僕の家もこんな感じだったんですけど、壁一面に長い突っ張り棒があって、で、そこに服吊るしてたんですけど、もうスカスカすぎて、そう、こんな感じだったんですよ。ね、もう、この中に入れちゃう。洗濯し終わったやつはこのままここに置くとね。そう。てかもう服は全部この一箇所にあるっていう状態。それはいいよね。めっちゃ綺麗。ブティックみたい。ハンガーが余ってくると思うんですけど、またこれハンガー残しちゃうと、また無駄に服買っちゃったりとかする原因にもなるし、そもそもやっぱり統一されてないハンガーってちょっとあんまり気持ちよくはないんで、多分その2つはもうなくしちゃって、その黒いかっこいい、これで統一しちゃった方がいいと思います。そうね。はい。もう結構あの辺りのハンガーも全部黒なんで。これあとどうしようか、これ。それね、確かに。壊れた。壊れた。あら。いや、これを機に捨てよう。そうですね。普段使わないからね。そうなんですよ。っていう感じで今あるハンガーを使って、ここに全部吊るしたんですけど、これでいいですね。これでいいね。ちょうどいい。めっちゃいいじゃん。もうここで全部完結するんで、多分今までってこっちでジャケット取って、であっちでシャツ取るみたいな、そうちょっと移動の手間があったと思うんですけど、こっちに来たら全部服固まってるんで、いいね。これで完結します。大掃除になってきたな、これ。大掃除。うなぎの仕掛けいるかな。迷ったやつはいらない可能性高いんです。直近で使ってないとか。そうだね。使ってないですよ。要はちょいちょい使って情けなものが出てきてるんですけど、かみさんが置いていったのよ。なるほど。緊急時用にみたいな感じだけど、緊急時用って1セットぐらい持っときゃいいもんな。はい、そうですね。ちょっと数も多いし、押し入れの奥に追いやっちゃってるものだから基本そんな使ってないと思うんですよ。もう絶対いらないこの布団乾燥、これ売ろうか。そうですね。これ持っていきましょう。もう持っていきましょう。はい、ブックオフ近いし、もうこの後すぐ持っていきます。なんだこれは。今なんだっけみたいな用途が思い出せないものもいらない可能性高いです。パッとしばらく使ってない証拠なので。これなんだっけ。思い出のものな気がする。なんすかこれ。俺が龍の絵が好きすぎて昔描いてたやつを自分で描いたんです。自分で描いた。すごいうまい。これはどうしますか。これは捨てよう。いや、どうしよう。岩根画伯が写真撮るとかでおすすめです。写真撮って捨てちゃう。部分的に残すか、もう写真撮って捨てるかどっちかですね。こういう思い出のもの系は。何の時に描いた絵なんですか、この龍の絵。いや、うちでアートの授業やるってなった時に、そもそも俺がアートやってないのにダメじゃんと思って。すごい。ちゃんと身をもって体験してから仕事しようと。そう。じゃあもうこれ捨てよう。思い切りましたね。
きましょう。また書けばいい。細々としたキャンプ道具はもう普段さっとキャンプ行けるようにキャンプ用のカバンの中にも全部詰めときましょう。ガチのキャンパーや。じゃあもうそこも取っ払っちゃいましょう。スパイ棒。はい。なんか工具類これ全部いらないよねっていう話になって、必要なやつだけピンポイントに抜き取ってそれ以外を捨てるっていう感じです。それで一回も使ってないけどね。ああ、思い出の。うおー、でかいものいきますね。なのでこれは今から解体して粗大ゴミに出すんですけど、20年選手なんですよね、これ。20年選手ですね。おー、マジ思い出のもの。涙が出そう。なんかいろいろ。思い出のもの。思い出のもの。危ない、捨てる前。危ない。まあ、引き続き LINE を使って粗大ゴミ回収を依頼するって感じですね。テーブル。ガラス鍵盤。あ、それですね。ちょうど1メートルな。おー、ぴったし。500円。500円なんだ、これ。500円。はい、という感じで粗大ゴミに出すので、また、福岡の粗大ゴミ回収を使って、ペイペイポイント使おうか。お、これ粗大ゴミを。ただで。来た。はい。こんな感じで粗大ゴミに貼り付けるっていう。20年思い出が。つけだったけどな。これで年収上がりました。そうだね。そしてガンガン使っていった。このタンスはどれくらい使ったんですか？これは10年ぐらいかな。おお、結構使いましたね。でも、まあさっき見てた通り、ちょっとね、もうガタガタでボロボロだったのよ。ちょうどよかった、捨てるの。いいっすね。なんか、いろいろ結構収納を手放そうみたいな話はよくするんですけど、このもう粗大ゴミに出した後に、特にまだこれ置き場とか決まってないけど、その状態で先に粗大ゴミ出しちゃっても捨てざるを得ない状況を作るっていうのは、いいっすね。この追い込み加減。すごいな。これ連日の、あれで、めっちゃ溜まってる。掃除機が。こんだけのゴミと一緒に暮らしてたってことだもんな。深いこと言いますね。あ、すげえあったけえ。そうだよね。ドンピシャ。はい、っていう感じで床一面こんな風に DIY が終わって、で、今、岩根さんがランチを作ってくれてます。なんか、福岡県民ならわかる元祖長浜横では。袋麺あるんですね、これ。ね、知らなかったとか、一向社の袋麺があって、それ食べたいんで、これをいただきます。丸太の袋麺もあるんですね。あるらしいよ。で、棒ラーメンのイメージが。どうぞ。ありがとうございます。一向社の袋ラーメンです。うまいわ、これ。っていうんで、ちょっとこの収納をうまいこと押し入れの下に使うか、まあ、一旦中身ちょっと全部取り出して。だいぶ収納がなくなるよ、これ。買わんでよかったね。はい、無駄に買わなくてよかった。買い足さなくても家にあるやつで十分やっていけそうっていう感じで、余った収納をあそこにはめます。いいね。お疲れ様です。素晴らしい。5時間片付けた成果が着々と、そのデスクもそうだし、床の色もそうだし、余白がすごい生まれましたね。いやー、渋君のおかげですよ、こんなに。あ、いえいえ。片付けたいって言い始めたのは岩根さんなので、ご本人の努力の成果です、これは。クリスマスにこんな付きようと思って申し訳ないよ。いえいえ。今日まで正真正銘の12月24日日曜日ですか。なんで本当何しよういや、俺はいいよ。でもなんか僕天の弱なんで、はいなんかこうクリスマスとかみんな年末年始とかのんびりしてる時に仕事頑張りたいんですよ。そこでダラダラしてるやつと差をつけてやろうっていうタイプなんで、僕それで優越感浸るタイプです、僕は。じゃないです。緑茶で。乾杯。片付け2日目終了ですね。いや、これはちょっとすごくね。今までここで寝てたんだけど、直当たりするから嫌だったのよ。ああ、エアコンがそこ当たるから。今度はここに寝れる。なんならあっちでも寝れます。マジで寝れるよね。はい。ちょっと会社に口調。おー、いいっすね。僕の企画で片付けた人、絶対写真撮るんですよ。あ、そうなんだ。そう、やっぱり片付けて気持ちいいから、そう、逆に散らかってる部屋って写真撮ろうとも思わないじゃないですか。うん。ああ、気持ちいい。キッチンで寝てる人初めて見た。キッチンで寝れるわ、これ。これ柔らかいですからね。柔らかはい、っていう感じで片付け2日目が終わったので、ざっと今どんな部屋になってるかっていうので、今日はこんな感じで床材を敷いて、部屋の断熱性を高めてっていうので、こっち行くと、特にここですね。ここにクローゼットがあったけど、あっちに全部入れて、こっちが元々あったクローゼットは、そこでね、エアコンが直に当たりやすいし、ここで乾かしてたら加湿器いらずなんで、部屋も潤うっていうので、この配置になってます。でもね、ここが一番変わりましたね。変わりましたね。はい、すごい。もう服全部
こう上に突っ張り棒で、それこそ仕事で使うスーツとかも全部、営業で使うシャツも綺麗にパパパって。だから超ミニマリストっぽいです。この同じシャツがあって、私服の制服化っていう考え方があって、まあ、よくあるスティーブ・ジョブズが毎日同じ服着てたみたいな。あれ気持ちわかるっすよね。ですよね。まあ、毎日の服選び悩まなくていいからっていうので、ミニマリストも流行ってますが、そんな感じしますね、あれは。いやー、しますね。うん。で、もともと今あそこに衣装ケースあるんですけど、あれはもともとあっちの方に置いてあった衣装ケースを、まあ、ばらして、こっちで再活用。で、こっちにあったタンスももう素材ゴミに出してっていう。まあ、現状2日目はこんな感じ。まあ、あとここになんかデスクも置く予定だったけど、まあ、ちょっと一旦せっかく広いし、ね、なんか。このままで、なんだ俺今日からここで寝るかもしれない。はい。っていうので、床が広々となった片付け2日目でした。いやー、ありがとうございました。はい。良い年末年始お過ごしくださいよ。はい。良いお年を。良いお年を。っていうので、今からちょっと、売れるものはもうすぐ近くのブックオフ持っていこうっていうので、すごいですね。だからキッチンでこれ開けてるのがすごいです。前そこに色々あったんで置けなかったですもんね、これ。ちなみに、前回テレビとか売ったじゃないですか。あれいくらくらいになりました？全部で7000ちょっとなりましたね。すごい。結構なりましたね。いや、なりましたね。いや、ちょっとした、意外でした。ちょっとしたお年玉でやりましたよ。はい。じゃあ、焼肉おごってもらっていいですか前おごっただろ。っていう感じで、ブックオフに行きます。気持ちいい。気持ちいい。また写真撮ってますね。気持ちいい。この確かに玄関の眺め、部屋が明るくなったのか。明るい。クリスマスマーケットって明日までですかね。今日クリスマスマーケット行く？俺さっき届け持ってるのまだ。あ、じゃあ行きましょう。ということで、売りにブックオフに来ました。はい、大丈夫ですよ。ということで、ニトリでケトルを調達したんで、まあ、IH の上に置けば、ね、家のケーブルのやつでなくなるからすっきりします。またあれも売り対象になりましたな。あ、確かに。売れますね。これニトリって今セルフレジあるんですね。では本日査定額がですね、3点で810円となっておりますが、よろしかったですか？はい。はい、っていうので売り終わったんですけど、810円でしたね。未開封のアウトドア用品が700円。まあいいんじゃないですかっていう感じでお小遣いになりました。クリスマスマーケットでちょっと使えますかこれで。はい、クリスマスマーケットではっちゃけます。フライドポテトぐらいは買える。買えるね。おはようございます。おー、朝9時なんですけども、部屋が明るいですね。というので、物も減って部屋も明るくなった3日目ですね。今回はカーテン周りとかテレビの設定をします。はい、ということで、カーテンを外します。で、どうするかというと、これちょっと今取り外してもらってるピンクのカーテンが結構目立つと。前もなんか撮影した時のピンクのカーテンに火が入ってすごいアダルトな感じで今回目隠しシートを買ってます。我が家と同じ窓にもやをかけるやつと、この白いレースカーテンで、二重でちょっとやってみて、それでもし問題があれば違う色の、もう少し落ち着いた茶色のカーテンにするみたいな。なので一旦これなしで目隠しシートで生活してみようという感じでカーテンを取る。このカーテンはどれくらい使ってたので。いや、これはね、3年ぐらい。3年ぐらい。じゃじゃん。今回取り付けるフィルムはこちらですね。ガラス用フィルムって書いてありますか。これをあそこに取り付けていくっていう感じです。こんな感じです。もう渋気でも何回も買ってる定番のこれです。っていうので、ジャストサイズに切ったんで。あ、でもちゃんとなっとるね。はい、すごいでしょ、これ。うん、こんな感じに。はい。俺は結構一人でやるの難しいね。そうですね、一人だとちょっと時間かかりますね。僕は一人でやったんですけど、結構手慣れた人じゃないとな。そう。なんとかかれこれ4回目ぐらいなんで、これ。いい感じだったね。これで光も若干抑えられてる気がする。おー。いいね。めっちゃいいっすね。一応これ断熱性あるんで冬場も暖かい。うん。おー。全然見えんね、やっぱ。めっちゃいい。レースカーテンとこれの組み合わせ。めっちゃいいな。しばらくこれで生活してみて。でもこの日中、朝9時10時でこれだったら問題なさそうですね。部屋が明るく広く見える。素晴らしい。これもう本当部屋の電気いらないですね。いらないね。つけなくても OK。全然日中いらんもんね。うん。こっからの眺めめっちゃいい。リアルミニマリスト渋タクっぽい目隠しシートして下もクッション材なんで渋イズムが引き継がれてますね。ほっ。気持ちいいね、この部屋。はい、ということで、テレビを売っちゃってなくなった分は、こちらですね。ナスネというちっちゃいテレビチューナーを使って、テレビが見れるようにすると。で、これ実はですね、もう僕6年前にも自分が使ってたやつです。
6年前ミニマリスト生活を始めた時に僕がテレビを手放すために代用したデバイスですね。これを使うとテレビがなくてもスマホとパソコン、タブレットでもうリアルタイム視聴、録画もできるっていう製品。これバッファローのナスね。昔これソニーが販売してたんですけど、今販売元がバッファローになってる最新のものを使います。で、こちらにテレビ線があるので、その周辺にこれを置いてつなげるっていう作業をやっていきます。じゃじゃん。こちらがナスネになります。マジでちっちゃい手のひらサイズ、コンパクト、ちっちゃいプレステみたいな。実際これソニーがもともと開発してた商品なんで、プレイステーションライクにデザインされてるっていう。変わってる。これ要は B キャスカードって言って BS につなぐカードあるじゃん。わかります？なんかあれもっとでかいイメージだったんですけど、こんなちっちゃくですよね。ですよね。もっとでっかいイメージだった。ですよね。テレビマンの人ですらそう思ってたと思うんで、ちっちゃくなってる。すごい。最近はスマートフォンの SIM カードとかもちっちゃくなってますけど、まさかこの B キャスカードがこんなちっちゃく、マジでなんかスマホの SIM カードみたいになってる。すごい、ミニ B キャスって書いてます。こういうミニって言葉にすぐ反応しちゃうんですよ。そういうこと。職業柄。これをここに。で、テレビ見るときは、こういうトルネモバイルっていうアプリがあるので、これをダウンロードして、で、こう自分が住んでる地域を選ぶと。福岡ですね。っていう感じで、録画もできますね。あったかい電気毛布か、これがないバージョン見てみたくて。あ、マジか。はい。なんか今冬場だから置いててもらっていいんですけど、ちょっとなくなったらどうなるのかちょっとシンプルに見てみたくて。夏とか春先になったら撮るね。ですよね。普段ないですもんね。ああ、なるほどね。旅館みたいな。本当旅館みたいになった。これはこれで結構好きですよね。畳感があって。あ、すごい。旅館っぽい、確かに。春夏はこんな感じっぽいですね。ちゃぶ台いいっすね、なんか。軽くて。20年使ってるっすよね。20年。20年。じゃあ、このロゴなんですか？知らん。本当に、なんだろうな。マルタイからもらったから、これマルタイなんかな。マルタイラーメンのマルタイ？じゃないかな。すごっ。マルタイラーメンさんが送ってきてくれて、はい。すごっ。何気にこれ、福岡県民からすると、なんか、レアなアイテムに見える。一行者のラーメンをここで食ったけど、そうマルタイラーメンにすればよかった。はい、ということで、3日間のお片付け、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。はい、テレビマンにもかかわらず、テレビを手放して。そうですね。見れればいいからね。そうですね。なので、代わりに、ちっちゃいナスネを使って、スマホとパソコン越しで見れるようにしたっていうような感じなんですけども、今回僕がやってるのは3回なんですけど、期間で言うと2週間ぐらいかけてやってきたんですけど、生活してみてどうでした？いや、快適やね。快適です。キッチンで寝れるようになるとは思いませんでしたね。キッチンで、そう。いや、本当ね、ここ今、画面で伝わるかどうかわかんないですけど、めちゃくちゃあったかいんですよね。下の底冷えがなくなったんで、あったかいというか、寒くなくなったんで、そこでそのまま寝てるっていう。そう、岩根さんからちょいちょいなんか物減らしてめっちゃいいとか、なんかキッチンも広く使えるみたいな報告が、逐一 LINE で届くんですけど、もう本当に嬉しそうにしてくれてて。いや、なんで、すごい料理とかもね、すごい作るようになったしね。キッチンも広くなって使いやすくなった。使いやすくなったね。なんか今までの企画は、シンプルに物を減らしていく企画だったんですけど、今回物も減らしつつ、そういう持ち物も見直して、ミニマリスト向けのアイテムで固めていったので、もうなんかトータルコーディネートというか。ありがとうございます。あれなんだろうな。多分、もともとが性格がミニマリストに向いとるやろね。いや、そうだと思います。多分ね。そう、だって、ミニマリストの出版イベントをやるっていう時にわざわざ取材に来てくれたくらい、興味持ってくれたりとか、で、前にも話したかもしれないんですけど、岩根さん僕の本2冊とも、買いましたね。そう、もう完璧ミニマリスト本も読み漁って、ミニマル思考が見えてるっていう。大体こう、ミニマリストのやつか、自然と共に生きるみたいな、ものの動画とか本は比較的読む方ですね。どっちかというとそっちに興味があって、物に囲まれすぎてるなみたいなところから、便利すぎると嫌だなっていうところから減らしてたんですけど、都会、福岡は物減らしても普通に生きていける。そう、あと岩根さん、僕と出会ってから車手放したんですよね。車手放しましたね。そう、カーシェアにして、ね、もうたまに乗るくらいだったら別に車自分で所有しなくてもカーシェアでいいっていうふうに。そうなんですよ。車乗るときって、月に
回ぐらいなんですよね。乗っても月1回なんです。そうそう。岩根さんは本当に、結構お仕事とかでも一緒することが今も多いからこそなんかいい感じに影響を受けてくれて、でだから今回の企画もなんか僕が企画困ってるんで片付けさせてくださいってよりは、結構岩根さんがなんか物減らしたいからちょっとやってほしいみたいな、減らした方がなんかすごい楽ね。はい、楽。生活が単純化されるから、なんか思考がクリアになる感じはあると思います。ありますね。なんか朝にこんな時間ができると思わなかったです。そう、最近なんかめっちゃ朝活するようになりましたもんね。もともと朝早くて朝活動する方だったんですけど、やっぱ朝会社の準備とかするとまあ時間がかかるんですよね。起きて出ていくまでに1時間半ぐらいはご飯とかも食べてたらそうなんですけど、7時には米田コーヒーいましたからね。そう今回の変化としてはここにあった巨大なデスクがなくなって、結局買うかどうかみたいな。最初なんかね、粗大ゴミ出した後に、スタンディングデスクとか買うかみたいな話はしてたんですけど、意外とないまま生活してみて、全然いいね。それなんかもうその分は米田コーヒーって、そうカフェ行って仕事しようみたいな。そうですね。なんかここはもうくつろぐ場にして、でもちろんちゃぶ台とかあるから、本当にサクッとやりたくなった時はやるけど、基本的にも仕事行くときは外にやって、ここはもう休む場みたいにしとこうかなみたいな感じですね。生活スタイルも一気に変わりましたね。そうですね。時間に余裕ができた。時間に余裕が。これはすごく、物減らすだけで本当にこんなになるんだっていう感じですね。本当そうなんですよ。みんななかなか時間がないとかお金がないみたいな。時間もお金も足りないっていうみんなよく言うんですけど、結構それ物減らすだけでもだいぶ解決するんで、ミニマリストだから流行ったのって結構テクノロジー、デジタル化とかスマホの登場の恩恵はやっぱ大きくて、さっき言った書類も、漫画も電子書籍で読めるしとか、シェアリングのサービスとかもスマホで使えるしとか。もう本も全部捨てちゃったもんね。捨てたって売っちゃったもんね。もうブックオフ行って売って、CD もね、もう全部ほぼあれで聴けるしね、サブスクで。サブスクで。岩根さんとかそれこそチャギアスが好きでとかお仕事でなんかチャギアスのラジオやってる。やってますよ。で、チャギアスカだけはサブスクなってないから、ちゃんと買わなきゃいけない。そうなんです。捨てに行きます。捨てに行きましょう。じゃあこれ捨てに行きましょう。はい、ということで、3回にわたる片付けを行って部屋がどうなったのか、ルームツアーさせていただきます。はい、っていう感じで、玄関はこんな感じで、一番ここ変わりましたね。床材は僕と同じジョイントマットを使って張り替えて、でも岩根さんがずっとここで料理してる時に寒い寒いって言ってたので、これで部屋をあったかくしてます。で、そこにあったデスクがガランとなくなりましたね。そうですね。はい。気持ちいい。もともとここのデスクをなくして、本当はタッチデスクここら辺にこうやってやろうかなと思ってたんですけど、はい。いやー、玄関からね、こう開けてみたら、この広さはいいなと。なしで生活してみたら意外とこっちの方が快適。快適ですね。ほぼここで寝てます。最近ここで寝てるんだ。あっちじゃなくてこっちで寝てます。っていうので部屋が広くなって、でここで寝てると。っていうので、そうですね。デスクがなくなったんで、このまんまもうこの畳の部屋に入れるっていうので広くなったな。広くなったよ。はい。そこにあったテレビはなくなって、ナスね。で、スマホとパソコン越しで見ると。で、一番片付けたのはここですね。はい。やつを。もう全部こっちに持ってきて。ここにもう全部収まったのいいですね。全部収まりましたね。もともと手前側、あっち側になんか白シャツがかかってて、で、こっちにジャケットかかってて、なんか服が2箇所に散らばってたんですけど、もうここに下着も全部。もとタンスありましたもんね、ここ。タンスもね、もう粗大ゴミになっちゃってね、粗大ゴミに出して、もう全部ここにまとめたんで、ね、多分、毎朝の身支度はすごいやりやすくなったと思います。本当やりやすくなりましたね。あとここにね、鏡貼りたいね。いいですね、鏡。なんかさっきニトリで見てたら、なんか貼るような鏡があったんで、ちょっとそれを今後ね、貼ってチェックできるようにしたいですね。で、こっちに、もともとキッチンにあった収納を、物減らして開けて、で、ここに入れて、なんか最初はここ用に新しく買おうかみたいな話もしてたんですけど、物減らしたらこれがそのまま有効活用できたんで、ね、ここにもう全部タンスにあった下着をここに詰めてっていう感じで。良かったです。すごい好き。いや、マジここミニマリストっすよ、もう。自分の好きなシャツが同じの全部かかってて、ジャケットで。ミニマリストっぽいね。はい。しかもだって、この、クローゼットのここまで全部基本仕事系ですもんね。そう。
でもうプライベートこっちだけみたいな。そうそうめっちゃ少ない。そうだから営業マンのもう仕事着が全部入ってこれなんで、追加にこれだけ買いましたね。ニトリさんでこういうネクタイ掛けのやつだけ買ったっていう。まあこれ500円ぐらいでしたね。そうですね。もうここに全部ネクタイもまとまってると。うわマジ気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいいですね。で、ここ最後。ここのカーテン、ピンクの派手なカーテンがあったんですけど、それもなくして、レースカーテン。で、さらに、美しいですね。美しい。で、日が入るときはこのレースカーテンで隠すと。これで十分ですね。十分やね。はい。なんかこれでもまだ眩しかったら、もうちょっと遮光カーテン買おうかみたいな話もしてたんですけど。いや、むしろこれで電気つけなくていいからいいわ。今つけてないですからね。つけてない。なんか全体的に、このデスクもそうだし、このカーテンとかそこら辺もそうなんですけど、なんか物減らした分、なんかそれに合うものを買い足そうかみたいな話はしてたんですけど、意外とないならないでそのまんまでね、どうにかなってるっていう。いやマジでなんか奥行き出ましたね、部屋に。出ましたね。めちゃくちゃ良くなった。で、あとこれが押し入れに普段入れてあったんですけど、本当に夜とかこんな感じで、これちょっとちゃぶ台こっちに乗せて、はい。コーヒーとかこう乗せて、はい。でこうやってなんかこうスマホ見たり、はい、パソコンやったりとかして眠くなったらこれを敷くっていうかわいいなんかいいですね、隅っこ暮らしみたい。なんかこんだけ部屋広いけどこの隅っこにもともとここね服がかかってた場所で使えなかったと思うんですけど、めっちゃ楽で、なんか動画とかここにやって、はいはい、ラジコつけて動画見ながら、はい、パソコン作業してるっていう本当に自堕落な生活をっていうので、いや本当いいっすよ。お酒とか置いて飲みながらとかもしますもん。でそのまんまキッチン、特に変わったのこっちっすね。ここにラックがあったんですけど、もともとなんかここに将来的にお掃除ロボットを買って設置したいってことなので、それ用に今ちょっとスペースを空けたっていうので、あそこにあったコロコロのローラーをそのまんまこっちに置いて、これどういう風に使ってるかっていうと、普段キッチンの底に置いといて、キッチン周りのものも置いてるし、でこっちにお風呂場があるんですよね。だからお風呂場の水回り、例えばヘアドライヤーとか、結構水回りのものとか、あと玄関で使う鍵とかを置いてあって、要は本当にお風呂入るときはこっち持ってきて、で上がったらここでみたいな。キャスターがついて、しかもこれ今までそこにデスクがあったじゃないですか。デスクがあったからぶつかってこれ動かせなかったんですけど、これめっちゃいい使い方ですね。楽ね。で玄関がここにあるんで、帰ってきたらここに鍵ですね、鍵とか置いて、で料理するときはこっちにゴミ袋とかもあるんで、ここにめちゃくちゃ生活の動線良くなったじゃないですか。なんかね、結構バスマット外したみたいな、なくしたみたいな話したと思うんですけど、ミニマリストの人でバスマット置いてないっていう家庭の方多くて、あ、そうなんだ。濡れると掃除しないといけない、洗濯しないといけないから、ほったらかしにすると衛生的じゃないよねとか、そもそも場所取るしとか、でもっと言うと浴室で出る前に足元拭いて出れば別にこの後濡れないしね。いや本当そうですよ。だから浴室でほぼ8割方っていうか、足首まで拭いて、外出るときにちょっとタオルポンと出して、足でちょこんちょこんとやって出るっていうだけ。いやそれ結構ミニマリストの人やってる。あ、そうなんだ。ミニマリストの人がやってるなんか水回りのテクニックとしては、バスタオルをフェイスタオルにする。ああ、俺もそうしてる。あ、そうなんだ。バスタオルないんですか？バスタオルないです。おー、すごい。これだけ。本当だ。これも友達の社長からもらった。でもこのサイズそうなんですよ。で僕たち特にそんな髪長くないんで、ね、もうここはね別にそれでいいよね。女性でもそうですね。だから結構バスタオルも例えば今なんか無印良品とかでなんかスモールバスタオルみたいな、ちっちゃいバスタオルとか。全然これで十分。そうなんですよ。っていうのでなんか結構タオルのサイズは見直した方が絶対いいですね。あんな感じでバスタオルとかかさばるじゃないですか。かさばるし、洗濯乾燥する時もやっぱ乾くのに時間かかるから。タオルも合計でこれだけだもんね。見てください。ちょっとこれは捨てようかなと思ってるけど。はい。でも5枚。こんだけあれば回せますもんね。回せる。それがミニマリストハックだとは知らない。いや、本当に。いや、そうなんですよ。結構多分だから、ミニマリスト何を減らすとか、要は検索とかけると、王道テクニック出てきます。なんかね、ミニマリストの考え方と多分似てるからなんだろうけどね。それを自然に実行されて。そのリュックちょっと手に取ってもらっていいですか？それ結構僕ミニマリスト向けにおすすめしてるんですけど、これユニクロのスマートリュックっていう薄いリュックなんですよ。これ仕事用のリュックですね。そう、これね、
僕と出会ってからおすすめしたらこれ買ってずっと使ってますもんね、もずっと使ってますね。いや、ね丈夫だし、はいパソコンが、う。うんうん。ノートパソコンがサクッと入っちゃうんですよ。はい。で、ここにいろいろ結構入ってて、ね、でもでもコンパクトですよね、だいぶ。コンパクト。まあでもいろいろ入ってるとは言うけど、結構やっぱり岩根さん物少ないから、うんこれに収まってるっていう。おー、めっちゃ身軽。このカバンすごいちっちゃくて薄いから小スペースめっちゃ身軽っすね。身軽です。っていうのをここにかけてるんですね。ああ、めっちゃいい。これ多分ちっちゃいからここにかけれるんですよね。ですね。これごついリュックだったらあんまりここにかけれない。だからちゃんと物があるべき場所にあるなっていう、すごい使いやすそうですね、これ。そうなんですよ。で、最後こちら。ここが一番スッキリしたかな。そうですね上に突っ張り棒があってそうそうそう、ね、シャツがかかってたり、まあでも広すぎて持て余してたみたいな。うんあとタンスがあったんですけど、うん。はいもうこれ全部捨てて、捨てて、これ一応洗濯、今、はいもうだいぶ乾いたな。うんうん。そうですね、ここ部屋干し用の、そう、部屋干し用のやつとしてにしてて、はい。めっちゃスカスカ。スカスカス。はい。で、タンスを置いた部分がもう青く形跡として残ってますけど、あれは丸ごと粗大ゴミに出したので。そうですね。で、あとこれ、このシャツちょっと見ていいですか。これが前、はい僕がプロデューサーしてた時のはい。 「桶狭間って何ですか?」のスタッフ T シャツですね。そうみんながこうバーッと書いてくれて、そうですね。なんで、思い出のシャツはあそこにかけて見えるところにそうですね。置いてると。あ、はい。番宣していいですか？あ、はい、どうぞ。というので、まあ、岩根さんがやってる番組の、なんか、ラジオ版が新しく。そうなんですよ。桶狭間って何ですか？ラジオ版が、2024年1月20日から、ラジオで始まりまして、はい。起業家とか起業家マインドを持ったサラリーマンでもいいんですけど、そういう人をゲストに迎えてトークするという番組を、夜の9時45分から、やりますので、皆さんよかったら、聞いてください。そして渋くんも、僕も出るんで、はいまあ、番組概要欄にリンク貼ってるので、はい、まあ、僕の出る回も貼っとくんで、ぜひ、よろしくお願いします。まあ、ミニマリストの話とかも結構そうですねやったので、はい。耳ではい。聞いてください。僕の YouTube とかも意外と喋ってるだけの動画ってみんな耳だけで聞いてたりうん。するし、そうそう、今AirPods、ワイヤレスイヤホンとかで、あれからですね。みんな結構耳の時間がすごい、ね、空くようになって、通勤時間帯とかすごいよ、聞いてるっていうデータはすごい出てますね。だから、ポッドキャストとか Spotify になっちゃうと自分の好きなものだけ聞いちゃううんうんうん、けど、そのラジオの場合でニュースとか、その天気予報とかそういうのも入ってくるでしょ。雑多に情報取れますもんね。そうそうそう。あと CM も入ってきて、CM って結構重要で、うんうん。今、なんかこう、企業がもちろん PR してるんだけど、どんな企業がどんなものを PR してるかって意外と入ってると、はい社会的には、社会に出た時に結構話としてできるんですよ。確かにビジネスマン的な目線で言うと、今のトレンドとか流行りをちゃんと把握しておくっていう目線で CM 見ると勉強になります。勉強になります。情報がすごく多い時代だから、かといってながらはやめたくないと。でもテレビ、まあ、テレビももちろん見てほしいんですけど、テレビ局なんで、それはいいコンテンツを作るしかないんですけど、そのながらで出す時には実はラジオって時間も把握できるし、ニュースも流れるし。なんで僕と岩根さんがここまで仲良くなれたのかっていうと、まあ僕家にそもそもテレビ置いてなかったりとか、やっぱなんかテレビのお仕事した中で、まあ、やっぱちょっとなんかあんまり態度よく対して方されて嫌になったとかもあるんですよね。一時期僕もテレビ出たくないとか言ったくらい、そう言ってたくらいなんですけど、まあ僕だから YouTuber だからテレビ出ても視聴者さんの人にテレビ出たよって言ってもなんかもうミニマリストの人多いんで、テレビ持ってない人が分かったりとかするんですけど、岩根さんがやる番組って YouTube に巻いてくれるんですよね。そうですね。テレビのアーカイブを。そうですね。そうそうっていうのがあって、僕もだからテレビ出ると YouTube 見てる皆さんにシェアできるからすごい嬉しいっていう、そうですね。まあ会社とのあれで期間限定にはしてるんですけど、まあそれも理由があって、情報っていうのはやっぱり廃れていくというか、情報の価値っていうのは落ちていくものも多いので、とか僕が取り上げるのはどうしても僕がこだわってるのが頑張ってる人を取り上げたいっていうのがあるから、まあそれで起業家とか、そういうところにフォーカスしがちなんですけど、そういう時にやっぱり1年前と1年後じゃ言ってることは多分全然違うはずなんですよ。人間ってやっぱもう循環してで変わらないものもあるし、でもそこは出されたら嫌だろうなっていうことで期間限定にはしてるんですけど。ああ、なるほどね。いや、僕も YouTube とかでもう5年やってるんですけど、まあ、僕成長の記録として残してますけど、まあ、やっぱり自分の見返すのはずいなとかはあるしそうですよね。でそれがテレビとかになると、まあ、こっちでね消す権利ってないからそうですよね。だからこう微妙なところなんですよね。テレビに出たよっていうのが、今はまだ信頼のエビデンスにはなる
時代だから、テレビに出たよっていうことを、やっぱり出た人が、俺出たんですよってこう、スマホとかで見せるとか、しやすいようにも YouTube には出そう。出てくれた人が有益になるためにもっと。で、あと見返しですね。っていうのもあるけど、あんまり長くしすぎるとっていうのもあるけど、長くはやりたいっていうのが、大体1年が最長かなとか思ってて。今井さんはそんな感じで、そもそもテレビを YouTube に上げるとか、ラジオをポッドキャストに上げるみたいな、世間一般のテレビ局が嫌がるような、公共の電波に発してるものだから、わざわざその広告費が乗りづらい、外のメディア、SNS とかに流すってことはあんまりしたがらないと思うんですけど。最初はね、ハレーションもう今だいぶみんなやってくれるようになったから、全然ハレーション起きないですけど、最初はやっぱ反対されましたよね。やっぱりっていうのでちょっとテレビ関係の話になったんですけど、僕が出てるやつも概要欄貼ってるんで、ここにそのまま座れる。そう、フローリング直じゃないからっていうので、片付けさせていただきました。ありがとうございました。僕ですね、友達じゃなくても、要は視聴者の方の家を今片付けてて、で、ぜひ僕に家に来て片付けてほしいよという方は、概要欄のリンクから申し込みフォームありますので、っていうのと、あと結構この企画は部屋と顔を出してもらうという条件でやってて、結構なかなかね、それハードル高い。けど、ちょっと渋さんに物の減らしの相談化したいっていう方は、概要欄の LINE から登録していただくと、僕に物減らしの相談ができるっていうような、できるので、LINE もチェックしてみてください。っていう感じで、ありがとうございました。ありがとうございました。良いミニマリストライフを。